2戦目が大問題で、デッキを操作した後、シャッフルしたと見せかけて、綺麗に元に戻していったのを、こんなに堂々と一回冷まされるとは思わなかった。缶ビスケット元カト書店員のリューリスタ系 VTuber、ゆうきびすけです。本日は、ランクも回しながらの雑談動画になります。てか、今期、マリス多くないですか？なんか可愛い顔してやってることがいかついから、なんかもうずるい。まあ、そんな感じで。それでは、対戦よろしくお願いします。さて、本題に入るんですが、実際にあったイカサマ事件についてお話ししようと思います。これは、ビスケが JK の頃、うちのマネージャーと遊戯王の交流会に行った時の話です。その時、マネージャーが、わらでフリー戦をすることになったんで、ビスケはそのデュエルを見守りながら、みんなでわちゃわちゃしてたんですよ。そしたら、見知らぬおじさんに声かけられて、デュエルがしたいって言われたんです。いや、なんかおじさんってワード使ってるけど、世のおじさんが悪いわけじゃないからね。ただ、交流会っていうコミュニケーションを取る場で、身だしなみが整ってないし、しかも臭いし、年齢差がかなりあるのに、わざわざ友達と遊んでる JK に声をかけてくるっていうのが、ちょっとキモいかなーって。普通、警戒しません？例えばね、他に相手がいないとかなったらまだしもね、普通に余ってる人もいたし、奇数で行動しているデュエリストさんも他にいたんですよ。それなのに、友達と遊んでるところに割って入ってきて、そこの JK に声かけてくるっていうのは、どうなのって思うじゃないですか。なんかせめて主催側の人に声かけて、主催の人経由で声かけてくるなら、ギリわかる。でも、一応交流会だからさ、断るのもちょっとどうかなーって思って、結局そのまま一戦やることになったんですよ。お互いファンデッキだったんだけど、ビスケが高火力の脳筋デッキだったから、高校2ターンとかで勝っちゃったんです。で、まあさすがにちょっとって感じで、マッチ戦にして2戦目やることになったの。ところが、その2戦目が大問題で、まず1戦目のデュエル終わった後に、相手はなんかデッキをちょっと並び替え始めて、その時点で、って思ったんだけど、相手めちゃくちゃ事故ってたから、カード散らしてからシャッフルするのかなーって思ってたの。そしたら、右、左、右、左って感じで、デッキを交互に2つの山に分け始めたの。いやいや、そんなんで混ざらねえよ。って思いながら自分のデッキカットしてたんだけど、そしたらおじさんがその2つの山でファローシャッフル始めたんです。要は、デッキを操作した後、シャッフルしたと見せかけて、綺麗に元に戻していったの。こいつイカサマしてるわー。って引いたよね。でも、相手は、わざわざビスケみたいな友達と遊んでる JK に声をかけてきたキモいおじさんですから、常識は通用しないだろうなーって思って、いや、指摘したらなんかトラブルになりそうで怖いじゃん。だからもう、速攻で勝ってさっさと逃げようと思って、2戦目のデュエル開始。一応ちゃんとデッキカットお願いしますって言われたのはほっとしたけど、ここでがっつりカットするのも角が立ちそうだから、軽いカットだけにしてデュエルしたんだけど、まあ意外とね、普通に速攻で勝てたんで、そのまんまマネージャーのところに逃げちゃったんですけど、こんなに堂々とイカサマされるとは思わなかった。本当に震えた。いや、これ大会じゃなくて交流会で本当に良かったよ。いやさ、ジャッジ呼んであーだこうだって大概揉めるから嫌だもん。それとも本人イカサマしてるって自覚なかったのかな。
いやもうどっちにしたって、とにかく関わりたくない感じの人だったから、何も言えずに逃げたよね。こういう実体験を踏まえてさ、今はデジタルカードが普及してるから、本当に良かったなーって思う。嫌な思いすることが本当に減ったし、もしマスターデュエルがなかったら、遊戯王引退してたかもしれない。もうみんなは、ルールやマナー守って楽しくデュエルしてね。あと、女性デュエリストとデュエルしたいときは、直接声かけるよりかは、ちょっと角所の店員さんとか、主催の人を経由して、あの人と対戦したいんですけど、確認取ってもらえますかってやるといいですよ。それでは、おつびすー。